マイルズのインスタ皆さん知ってます？風水とかって気にしますか？次回住みたい住居の絶対譲れない条件を教えてください。チームで成果を作る上で大切にしていること。育児家事していますが働いていないことで罪悪感を感じてしまいます。勇気をください。こんにちは、上野ありさです。今日はですね Q&A をやっていくんですけど、 Q&A をピックアップをYouTube のチームにしてもらったので、私が選ばずにみんなから来た質問を全部スクリーンレコーディングして、その中からチームの皆さんが選んでくれたものを、お答えしていこうと思います。そしてリップはネーミングのオーバーデューグロッシーリップティント、取る前に塗れって感じですよね。こんな感じのお色、グロスなんだけど、ティントだけどはっきりと発色してくれています。で、あともう30分で撮影に行かなきゃいけないので、30分で終わるといいなと思ってるんですが、ピックアップした質問をバババーっとこんな感じで、ライフスタイル系とマインド系と結婚恋愛系、妊娠育児系、仕事系、美容系、いっぱいあるはい、サクサクやっていきたいと思います。まずライフスタイル系のお話からいきたいと思います。自分が思う一番の自分へのご褒美は？自分が思う、やっぱり一番の自分へのご褒美は、休みを取って海外旅行にプライベートで行くことが自分にとってもの一番のご褒美かな。やっぱそれって例えばお金もかかることであるし、プラス時間、休みを取るっていうこと自体が相当なご褒美なので、しかもさ1日とかじゃないじゃん、まとまったお休みを取るわけじゃん。だから、海外にいる時も結局この仕事だからさ、コンテンツを取ったりとかお仕事はすることにはなるんだけど、なんだろうな、羽伸ばして休めるので、やっぱ私は旅行が好きだから、私にとっての一番のご褒美はプライベートで海外旅行に行くこと。友達とでもいいし、家族でマイルズとかでもいいし、息子連れてでもいいし、それが結構今の自分のご褒美かなと思います。だからそれができるように頑張ってるけど、まとまった休みを取るっていうことが一番の課題なので、今は特に子供ができて出張とかもあるじゃん。やっぱ海外出張とかありがたいことにあるので、それとかが入るとさ、またすぐポンポンポンとはいけないわけじゃん。旅行とかなっても大変だから。なので前ほど身軽ではなくなったけど、未だにそれがご褒美です。はい、毎シーズン必ずチェックするブランドはなんだろうな。でもハイブランド系はやっぱフィグをずっとやってた時にコレクションは追ってたので、未だに新しいコレクションとか出ると追うけど、シーズンでチェックするブランドは正直ないかな。で、今日もね、これトップスがこれセットなんだけど、シールームリーのトップスで、やっぱ展示会に行くブランドを買うことがすごく多いので、結局よく着るブランドはシールームリンと、あとセザンヌは毎月買ってる、何かしらとニットも多いかな。その辺が結構普段着てる。あとはあるな、なんか忘れちゃった。普段着てるお洋服はそこが多いし、圧倒的にシールームがやっぱそもそものブランドとしての型数が多いのと、めっちゃ使いやすいんだよね。なんか何にでも合わせられる服が多いので、なんか息子のブロック出てきた。シーズンチェックするみたいなのはないかもしれません。貯金ができません。どうやってお金の管理していますか？私はお金の管理はほぼしてなくて、むしろ銀行に預けてるのとかさ、損だからさ投資した方がいいとかいうのとかも言われるんだけど、全然その辺もやれてなくって、お金の管理か。でもカード明細とかちょこちょこ見るようにしてる。で、だから月単位かも。先月使いすぎてるから今月はなんかちょっと気をつけようとか、そういうのはあるかな。なんか基本私現金使わないで、ほぼ全てカード決済なので、カードの金額見ながら調整してっていう感じにしてるぐらいで、貯金とかは私は得意じゃないかも。だから多分あんま拾わないんだろうね。これ私が普段拾わなくてみんなが知りたようなコメントを多分チームはピックしてくれてるんだけど、苦手です。はい、次。ポッドキャストとか聞いたりしますか？ありささんのがあったら嬉しいと思ってます。ありがとうございます。ポッドキャスト私すごい相性いいと思ってるんだけど、さすがにもうちょっと今手一杯すぎて、始めたいけど始められないみたいなのはあって、ポッドキャストはね、ちょこちょこ聞くけど、海外のが多くて、Spotify で聞いてるんだけど、お気に入りしてるやつは、これってフォローしてるみたいな。コールハーダディは昔から聞いてる。ロゼが出たのってこれだよね。コールハーダディだよね。あとはエマ・チャンバーレン、やっぱ Anything Goes with エマ・チャンバーレンってやつは結構なんかすごいエマの考えとか、私普通に人としてもすごいと思うし、よくこの同じようなさ仕事とかをしてる、同じっていうのはちょっとなんか並んでる感じで違うんだけど、
彼女はすごい素晴らしい若い子なんだけど、なんかよく私ってこういう風に Q&A をやってる理由ってね、質問されないと話せないの。質問されたらベラベラ喋れるんだけど、はいじゃあ1時間喋ってくださいって投げられたら、何話そうみたいになっちゃうのね。だからそれもちろん彼女もトピック筋書き立ててやってるんだろうけど、この1時間一人でひたすら喋る、しかもなんか身のあることというか、こっちも聞いててなんか聞いてよかったって思えるようなトークを毎週やってんの。なんかそれが本当すごいなと思って、彼女のポッドキャストはすごく聞いてます。あとは The Glossy Beauty Podcast っていうのを聞いてるし、あとは The Wellness Care、 やばい流れちゃった。あと Financial Feminist も聞いてちょっと勉強してた。あと Naked Beautyで、マイルズがいつも聞いてるのがバッドフレンズ。もう車の中では基本うちはバッドフレンズが流れてるって感じ。あとレッツゲットドレスト、オクスジェンポッドキャストって感じ。だからもうほぼほぼ海外のやつを聞いています。怖いものがなさそうなアリサさんだけど、怖い思いしたことありますか？どんな種類の怖さでも OK です。怖いあ全然違うこと思い出しちゃう。息子の10ヶ月の手形足形取ってないっていう。怖いこと今こういきなり聞かれてパッと思いつかないけど、全然あるかな。なんか普通に最近の話だと帝王切開はマジで怖かったし、未だにトラウマって感じです。トラウマなんて言いたくないけど本当にトラウマになっちゃってるって感じで、なんか最近昔ね、例えばどっかなんかわかんない痴漢みたいなことだったりとか、そういう怖さとかは全然経験したことあるけど、それ一回置いといて、なんかこう親になってめっちゃなんかもう信じられない心臓の速さになるのね。息子のことになると。この間ね、なんか息子がずっと風邪ひいてて、でマイルズがいきなり息子のことを呼ぶのが、例えばアリサみたいな感じなのが、息子に対してね、アリサみたいなこのトーン、私寝てたの横で、静かな中にいきなりアリサみたいなのになって、もうその瞬間パッて起きて、もう心臓がドドドドドってなって、何みたいに言ったら、大丈夫だというか、別になんかうつ伏せで目が開いてぼーっとしてたからびっくりしちゃったらしくて、マイルズがみたいな感じだったんだけど、もう本当になんかしょうもないことっていうかさ、大したことないことだったんだけど、そういうのとかでもすぐもうなんか汗が出てくるっていうか、もうそれは怖さ。最近はよく怖いことがたくさんあります。次回住みたい住居の絶対譲れない条件を教えてください。全面道路が広くなくてもいいけど、なんかいっぱい切り返さないと。で4メートル以下とか絶対無理。リビングは25畳以上で探してる。建売りだったら25以上で、土地買うんだったらできれば25坪ぐらいは欲しいなっていうのでずっと探しています。だからリビングが広いっていうのと、あと2階建てじゃなくて3階建てで、2階建てだとさ、どうしても1階に部屋を作ることになるじゃん。そもそも2階建てで平米数が3階建てと同じくらいってなったら土地がでかいです。その時点で高いです。でプラス2階リビングになるじゃん、日当たりを考えた時に。東京のこの都心の話ね。で1階が部屋ってなった時に動画撮れないわけ。この光、自然光ないの1階に。で次引っ越す時は撮影部屋作りたいから、日が入んない部屋だとライトでってもできるけどきついので、やっぱり3階建て、1階がなんか1個ベッドルームと水場で、2階リビング3階部屋がいいので、そこかな。今結婚式のゲストで着たいオケージョンコーデはむずー質問。結婚式で着たいオケージョンコーデ、でもやっぱりワンピース着たいかな。だからどんなワンピースって言われたらあれだけど、さらっとしたワンピースとか、もうその友達にもよるじゃん、結婚式って。例えば派手な子だったら、私の業界からさ、派手な子だったら派手で着てってなったらさ、私の結婚式とかもみんな派手で着てっていうのだったんだけど、派手な服着るし、なんか例えば一般のお友達だったりとか、そういうもうちょっとかしこまった感じだったら肌見せが全然ないようなの着たりとかするし、なので本当にその相手にもよるけど、基本私はドレス系とかはリボルブで見ることが多いかな。ファーフェッチとかエッセンスも見るけど、結局なんかパーティードレスみたいなドレスの種類が多いのがリボルブなので、ネクストとかもラインによってはいい感じのもあるんだけど、着た時に生地がペラペラとか、リボルブもさ言ってさ、ダルバの時とかなんかペラペラっていうか、なんかこの肩紐がおばさんのブラみたいな肩紐のとかあったから、もうほんとネットだから当たり外れはあるんだけど、
なんか基本もう1回しか着ないだろうなみたいなテンションで買っちゃう。なんか持ってる服で悩むって言ってもないから、あんまりオケージョン系のものが。それより私はもうなんか今度保護者会があるの方、それとかってなんかそのうちのさ行ってるスクールさ、そんなかしこまってる感じじゃないし、なんかネイビー系じゃないからと思ってんだけど、そうなのかな、あれなんだけど、でもさすがにじゃん、どんな格好で行けばいいんだろうみたいな全然わかんないから、先輩ママたちに聞いてみようと思ってるんだけど、初めての保護者会ですアリサちゃん、困っちゃう。はい、次マインド系。アリサさんは風水とかって気にしますか？風水気にします。わざわざ調べないけど一応気にする。例えばこれ風水、北枕で寝ないとか、この間最近行ったね、霊視に行ったの、すごい久々に。先生になんかここにこういうものを置いてみたいな風水的なことを聞いて、まだ変えてないんだけど、備長炭の炭を置くとかなんかあるのね、ここにこれを置くみたいな、そういうのをやったりとかしようと思ってて、次引っ越す時は一応その先生に風水は見ても、なんか大掛かりなことじゃなく、じゃあ炭を置いただけで運気が良くなるんだったら置くやんって、とりあえずそんなさ何万円とかするものじゃないし、だからそれ気をつけられることは気をつけて、なんか原因をなくしたいなって思ってる。なんか嫌なことが起きた時の原因をなくしたいから、そんながっつり風水にズブズブとかじゃないけど、ちょっとは気にするかなって感じです。今までの人生であれは本当に努力したなと思うこと。はい、私はですね、やっぱり受験かな。高校を私立のね、中高大ってエスカレーターのとこ行ってたんだけど、そこをやめて都立に編入する時にめっちゃ勉強しなきゃいけなくて、それで1ヶ月間毎日夏休み塾に行って勉強して受験受かって、でそれからもポップとかラン好きとか出るようになったんだけど、大学受験があったから予備校に通って、で行きたい撮影とかも断らなきゃいけなくて受験してとか、だからやっぱ私の受験生生活はかなり努力をしたなって自分で思うし、結果に残せたし、我慢もあった努力だったから、なんかただただ勉強を頑張るんじゃなくて、それに伴う我慢がたくさんあったから、その我慢が自分でできて、自分がやらなきゃいけないことをやったっていうのはその後のなんか自信にもつながったから、その時は本当に努力したなって思います。有田さんの人生のゴールは何ですか？ゴールは決めてませんけど、ゴールって言い方だと難しいけど、やっぱり自分が憧れてるのはもう家族みんなが幸せで、ありきたりだけど本当にそれって本質的なことで、家族みんなが幸せで笑顔でいられること、健康でいられること、長生きできること、いい状態でっていうのも、やっぱり息子が大きくなっていく姿を一日でも長く見たいし、大人になってもそれがゴールかな。でプラス自分の人生も引き続き子育てだけじゃなくってエンジョイしていきたいので、今を継続することが目標って感じかな。今はずっとそうかな。でも継続が目標ってずっと言ってんだけど、そうだね。だからそうなれる自分でいることも目標、継続したいって思える自分でいることもすごく目標です。はい、次恋愛系です。マイルズさんはアリサさんのことを何て呼びますか？アリサとあとあなた。はい、マイルズさんの面白いところは、いや普通に面白いところはって言われたらパッとは思いつかないけど、普通に楽しい人っていうか明るい人ですよ。今階段から降りてきてるけど。あなたの面白いところって聞かれてもちょっとごめん、パッとは思いつかないわ。面白くないじゃんそれ。面白くないわけじゃないんだけどさ、面白いところはって言われたら何だと思う？自分でアピールと。けどなんか本当に何にもね、自分でね決められなくて面白い。いつも試着室で写真送ってくるんだよ。今もなんか試着して店に来たんだけどかな。マイルズさんへの信頼関係はどんなところから築けていると思いますか？圧倒的にやっぱマイルズのおかげっていうか、これ何人でも言えるんだけど、やっぱマイルズがこういう人、優しい人で、もう絶対にずっと私の味方でいてくれるっていう自信があって、その自信ってマイルズの日頃の行いから築けてることだと思うから、全部マイルズのおかげです。でもどんなところから信頼関係？けどそれはなんか月日じゃないね。この月日10何年 ?12 年 ?11 年か一緒にいて、今までマイルズがしてきてくれた積み重ねでもう信頼がずっと上がってくっていう
感じです。30代前半で新しい出会いを見つけようとするなら、りささんはどうしますか？なんだろうな、30代前半周りでもアプリやっぱ多いよ。めっちゃ多い。アプリで出会ってる子たちで結婚したりとか、あとなんか友達の紹介って言ってもさ、はい紹介しますじゃなくて、一緒にご飯してて、てかさみたいな、じゃあ俺の友達近くにいるから呼んでいいとか、そういうフランクな感じの方が出会える気がしてて、そういう友達の紹介とか。でもそもそもってことはまず飲みに行ったりとかしなきゃいけないもんね。紹介してだって構えちゃう。構えるよね。それだとやっぱなんか不自然な気になっちゃう。しかもさ、その相手と友達にはなれなくない？絶対。なんかもうどうしても男女として紹介されちゃうとさ、友達になれない気がしちゃう。あなただったら何する？30代前半。パーティー。面白くない。ほらね、面白いところない。パーティー行くの。まあでもパーティー人間だからね、マイルズ。よく言うよ。めっちゃパーティー行くから、マイルズ。どの口が言ってる。パーティー行くって。マイルズはパーティーに行けばマイルズに出会えますよ。はい、次、妊娠育児系。結婚式でマイルズさんが作られたベビーピローは使われましたか？使ってないんです、私たち。ファーストピローなのにね。使おうよ。1歳になったら使う？まずさ、ドーナツ枕じゃないとダメじゃん。ダメだったじゃん。で、今枕使ってないじゃん。窒息とかので。だからもうちょっとしたら使おうね。食べちゃうけどね、今ね、何でも食べちゃうから、本当に何も渡せない。専業主婦、育児家事していますが、働いていないことに罪悪感を感じてしまいます。勇気をください。全然罪悪感なんて感じる必要ないし、むしろ超すごいことだと思います。だってさ、24時間家のことお子さんのことだけに向き合ってって、やっぱり息詰まるし、なんか外の社会っていかに自分たちにとって活気に満ちてるかというか、外界からこう遮断されてるような感覚が私はすごくあったの。最初の全然外出れない時とかだから、そういうのを考えた時に、それをさ、もちろん息抜きとかできてるかもしれないけど、じゃあ1個終わって、もうなんかさ、お休みがないわけじゃん。寝てる時以外は常に24時間営業って感じで、じゃあこれが終わったら洗い物しなきゃ、洗い物終わったらお風呂洗わなきゃ、わかんない、お風呂入んなきゃとかさ、家事育児全部やるってそういうことだと思うから、なんか本当にすごいし、罪悪感なんて全く持たなくてよくってね。本当になんか私は逆に仕事をして、もちろんその分、じゃあ息子がスクールに行かなきゃいけないとか、息子と家にいる時間はなるべくスマホを私いじらないようにしてるから、息子が寝た後に仕事をしなきゃいけないとかはあるけど、外に行ったりとかすることによってより息子との時間をなんか大切にできるっていうか、めでられるし、ストレスが少なく家事だったりとか育児だったりができるけど、やっぱりそれをフルコミットって本当にすごいなって思うので、むしろ胸張っていいっていうか、罪悪感なんて持たずに本当に胸張れること、本当すごいことだと思います。尊敬してます。いや、そんな一人でやるなんて無理だもん。一人でやるなんて無理よ。そうだよ。どっちかが仕事行ってとかって。そうだね、どっちかが仕事行って、でもそれはあなたの職種にも感謝だよね。そうじゃなかったらさ、必然的になんか私が全部やんなきゃになっちゃうじゃん。最近の子育てつらみエピソードは、最近めっちゃ泣くね。やばい、最近なんかおたけび系ギャーギャーってなんか文句言ってるよね。あれは寝てる時にもうほんと頭ブリッジぐらい反り返って泣き叫ぶ。で見てて普通に辛いっていうか、かわいそうで、抱っこしてやむ時もあれば、抱っこしてもなんか泣いてる時もあれば、起きてる時はめっちゃご機嫌なんだけど、基本ベッドに入るとそういうことがね多いよね。だからなんかそれが普通にかわいそうで辛いかなって感じかな。どう？あとなんかある？ご飯食べてくれない。ご飯食べ、でもあと自分で持ちたがるスプーンを、けど運べないから口にスプーンをこうやって振っていろんなとこにご飯おかゆが散らばってとかは、でもまあそんなのも今だけだから私は可愛いなって思ってるけど、ただ僕は栄養もっと取ってほしいわけ。栄養ね。ご飯たくさん食べて大きい子になってほしい。ね、喋るなら大きい声で喋ってくんだ。便秘。便秘ね。便秘やばい本当に。もうこんなの出すんだよね本当に。で普通に切れ字とかになっちゃうの。あんなちっちゃいかわいそうに。で綿棒干潮したりお薬の干潮したり、まず普通に私が妊娠中に飲んでいた酸化マグネシウムをもう処方されてて、それをやってるのにもう超硬いし、マジでかわいそう。だからなんか普通に息子が何かを訴えてるのに分かってあげられないとか、痛そうとかそういうのが辛いです。
そろそろ妊活始めようと考えています。ママになってよかったと思う瞬間はどんな時ですか？私はもう本当に息子がと一緒にいる時に本当に母になれてよかったって思うな。本当に申し訳ないんですけど、可愛すぎて Vlog とかでももうさ、もうなんか息子のホームビデオを買ってぐらい息子を撮っちゃうぐらい、もう本当に可愛くてしょうがなくて、だから息子と一緒にいる時、笑ってくれる時とかもう本当に可愛くて食べちゃいたいし、母になれてよかったって思うかな。はい、では続きを取りたいと思います。ちょっと日付が変わってしまったんですが、仕事系と美容系が残ってたので続けていきたいと思います。仕事系、チームで成果を作る上で大切にしていること。私は今のチームとやってて思うのは、意見をめっちゃ聞くかな。取り入れたい。自分の主観ばっかりで発信するのも、それはそれでいいんだけど、やっぱり世間からどう見られてるか、世間っていうかさ、視聴者さんからどう見られてるかな、フォロワーさんからどう見られてるかなとか、私にどういうことしてほしいかなとか、そういうことはやっぱ人の意見を、私以外の目からの意見を聞くと、なんだろうな、また思い出したね。マイルズ10ヶ月の手形取んなきゃ。そう、なんかいろいろ勉強になるし、そうなんだみたいな感じでアイデアにもなるから、結構チームの意見はすごく聞くようにしてて、あとはなんだろう、成果を作る上で大切にしてること、でもそれが一番大切にしてるかな。なんか自分ばっかり主導権を握ってやらずに、それがさチームの良さじゃん。せっかくさ他の人が関わってくれて、だってチームがいること自体超恵まれてることっていうかさ、自分一人で発信することだったりとかって誰でもできることだけど、それ用のチームがいて分析してくれたり、私のさ制作物を全て追ってくれてるわけじゃん。そういう人に意見を聞くことってすごく大切だなって思うので、そのみんなの意見っていうのはかなり大事にしてるかなって思ってますけど、チームの皆さんどうですか？私って主導権クソババアですか？そんなことないと思うんだけど、どうかな。乗り越えないといけない仕事、自分への喝の入れ方。乗り越えないといけない仕事は結構私も苦手までいかないけど、なんか頑張るぞみたいな時とか、バタバタでもう意識回んない時とかも全然あるんだけど、なんかやっちゃえば終わるので、始まっちゃえば終わるから、始まるまでがさジムと一緒でさ、なんか行ったらさ、行ってよかったとかすっきりしたとか大変だけど思うような感じで、なので始めちゃうのが大事かなと。自分への喝の入れ方は、やるって決めたの自分でしょって、私の場合ってもうその一言に尽き切るというか、あとそうじゃないお仕事してる人、その私みたいなフリーランス的働き方じゃないお仕事をしてる人に関しては、なんか私がずっとアメブロ時代に言ってた言葉で、やりたいことのためのやりたくないことはやりたいことっていう言葉をすごく大事にして、私も正社員時代とかってさ、やりたくない仕事もいっぱいあったわけよ。だけど総じて私がやってた仕事ってやりたい仕事だったから、そのやりたい仕事をするために付随するやりたくない仕事っていうのは結局は私のやりたいことなんだよっていう風に自分に言い聞かせてやるようにしていました。なのでこの言葉が誰かにねハッと気づきになったらいいなと思うんですが、すごいでしょこれ。バイ上野ありさ、よろしく。あなたの事前な私が、でも他にも言ってる人いるのかもしれないけど、私はそれをそう言い聞かせて自分はやってたよ。頑張れマイルズ。俺がやりたくないことやってるみたいな感じに聞こえない？それ大丈夫？いや、むしろあなたやりたいことやってるのかすら知らん。そもそもね、私の場合はそもそもの大枠がやりたいことじゃん。フィガー&バイパー。そう、やりたいこととはでしょ。あなた趣味もないから。はい、次。今もし知名度のない状態で SNS やるとしたらどんな発信をしますか？今自分がだもんね。今私がけど、あれかな、やっぱりもし今のじゃない私ってなったらさ、結局さ働くママの1日縦動画とかさ、結局そうなっちゃうよね。だって美容系とかもビューティー系もいいよね。上げやすい、撮りやすいからビューティー系はいいかなと思いますけど。あなたのインスタ、マイルズのインスタ皆さん知ってます？何ポスト10ポストぐらいしてる？この15年で数えてんだけど1個25もしてんの？見して、ちょっとそんなしてたんだ。私の共同投稿とかね、あとはなんか私が勝手にっていうか上げたりしてたけど、ひどいな。けどさ、すごくない？最後の投稿2022年なんだけど、フォロワー4300人で1500いいねだよ。そのエンゲージインプレッション
すごいと思うんだけど。これみんな思い出してアンフォローしちゃうからアンフォロー逆にねいたな、この誰だよこいつフォローしてってアンフォローして、まあいいよしても全然だって何も載せてないもんね。ストーリーってしたことないんでしょ。ない、やり方も分かんないから。いや私あなたのアカウントでしたことあるよ、ストーリー。親しい友人に勝手にあげた。なんかでもやっぱり絶対私は SNS やってない彼氏とか旦那とか好き。やっちゃおうじゃん。いや、やってほしいよ、こっちの商売的にはね。仕事的にはさ、マイルズがさアカウントあってさ、せっかくファッションとかも好きなのにそういうのやってた方がさ、一緒に仕事とかできるじゃんって感じじゃん。だけどそこを別に強要する気はないけどね。なんかやったらいいんじゃないって思うけど、あなたせっかく背が高くてさ、背が高いんだから洋服とか載せればいいのに、別に顔映さなくていい。もったいない。では最後の、セクションが美容系の質問についてです。おすすめのトナーパッドを教えてほしい。トナーパッドはエステラのトナーパッド、かなり昔に YouTube で紹介したことあって、最近の Vlog とかでも作った。エステラのトナーパッドは柔らかくってすごいしっとりしてて使いやすいです。あとアビブのトナーパッドもめちゃくちゃ好きです。オレンジのやつとか結構ね使ってたりしたかな。まあ、復活層もそうなんだけど、あとはウォン・ジョンヨンさんのトナーパッド、あれは大判で、しかもビヨンビヨンって伸びるのですごくいいです。まだあるじゃん。バイオダンスもちょっとエステラっぽい感じで柔らかくてしっとりしてる感じですごく好きです。そうじゃん、メディヒールのトナーパッドもいいんだ。トナーパッドはでも基本的にまず拭き取りとして使ってます。貼るのもそうなんだけど、拭き取りがやっぱりね大事だと思うので、そのお肌をスキンケアを始める前に。なので、あと朝は結構洗顔の代わりに拭き取りって人も、私は洗顔するんだけど洗顔の代わりに拭き取りって人も多いのかなと思います。では次で最後になります。子供とお散歩だけの日、ちょっとしか外出しない日の服やスキンケア知りたいです。服に関しては本当にどうよ、私の服マイルズ。息子とパパッとベビーカーでちょっと外出るだけとか。寝巻きね、寝巻きじゃないよ。デニムとか履いてるじゃん。もうデニムにパーカーとか、昨日着てた服って感じ。デニムとかさ、何回かに1回しか洗わないじゃん。そういうのの脱ぎ捨てたでデニム履いて、上トレーナーとかニットとか、今の季節だととりあえず着て、場合によってワンオペの時とかはもう日焼け止めだけ塗って、サングラスかけて帽子かけてかぶって出るけど、マイルズがいれば顔洗ったり朝できるので、本当に日焼け止めだけ塗って出るって感じで、最近よくすっぴんの時に使う日焼け止めがこのね、マントルピースの上にリビングに置いてるんだけど、こちらこのバイユアの日焼け止めがすごいよくって、こんな感じなんだけど、指がほらなんかね、すっぴんもう本当にただ透明なのね。それがすごいよくって、まあ、トーンアップとかでもいいんだけど、ダルバのトーンアップはもちろん洗面所に常に2本でも今とか2本置いてあるので、と曇りの日はソフィスタンスの SPF34 とかそのくらいの低めのやつを日焼け止めに塗って、もう日焼け止めしか塗りません。それで出ちゃいます。帽子かぶることが多いかな、基本的に。であと天気がいいと歩いてると暑くなるので、もはやアウターは着ないで出たりとかもする。息子にはあったかくしてみたいな、動かないからね。そんな感じですかね。あ、いい香り。そんな感じで、Q&A を、今月の Q&A をお届けしたんですが、今月の Q&A はチームがピックしてくれた質問にお答えしました。どうだったかな、まんべんなく拾えてたらいいなと思うんだけど、もしかしたら今後これを定期化、ごめんなさい、チームの皆さんの仕事増やしてって感じなんですけど、まあ、自分で選んだり、チームピックだったり、なんか格付きとかでやってもいいかなって思うので、ぜひぜひ皆さん感想もお待ちしてます。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメント、久々に言ったこれ。チャンネル登録してますか？確認してくださいね。ということで、また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。